基本生成っていう高度な設定ゲームとかアニメの BGM っぽくなったらいいかな。はい、皆様ごきげんよう。ギタリストのゆうきです。今回は EaseMuse という AI 音楽生成ツールを使って簡単なプロンプトだけでどこまで曲が作れるのか、あとはもっと詳細に設定することでどこまで自分の考えてることを具現化できるのかという観点で見ていこうと思います。まあね、もう今やもう世の中にはもうたくさんの AI 生成ツールがあって、どれがいいか、どれがどんな特徴なのかいまいちつかみきれてない人もたくさんいると思います。私自身も自分の楽曲制作にバーンとそのまま突っ込むことはまだしたことないし、今後もする予定は今のところね全然ないんですけれども、普段から音楽制作をしているこの目線で実際にちゃんと指示が通るのか、ちゃんと曲に反映されるのかっていうのを検証していきます。まず1つ目、初心者でも触りやすいか。2つ目が音楽的な条件をこちらから指示した時に狙ったものに近づくかどうか。3つ目、動画の BGM でそのまま使えるかどうか、もしくは逆にアイデア出しに使えるかどうか、この視点で見ていこうと思います。それではどうぞ。まず EaseMuse はこの曲の説明を入れるだけの基本生成っていうのと、テンポ、拍子、キー、スタイル、楽器、ムード、ボーカルまで結構細かく設定できる高度な設定の2つのモードがあります。モデル自体もそれぞれ複数あるんで、用途によって使い分けたりとかすることもできます。だから音楽の知識も全くゼロですっていう人でも使えるし、逆にめちゃくちゃ知識ある人は細かく作り込めるという風になってます。では実際に触っていきましょう。まずね、かなりざっくりとした指示で生成してみます。これで、狙った方向性が出てくれるならもう初心者でも十分使いやすいと思います。まずは疾走感のあるロック BGM でギターが目立つ YouTube のオープニングとかに使えそうな雰囲気で指示してみます。短い指示でもしっかり雰囲気は出てますね。ただギターの、細かいこのニュアンスであったりとか、今でもね結構ギターギュインギュインしてて奏法も結構複雑なものが組み込まれてるんで、十分ではあるんやけれども、自分でこんな奏法でいきたいとかこんなニュアンスでっていうんであればもうちょっと細かく指示した方がいいかなっていう印象です。次はその高度な設定の方を使ってみて、この方向性をもっと詰めてみます。このそれぞれの項目を少し具体的に指定していきます。今回は早めのテンポで、ギター中心に他の楽器もちょっと織り交ぜつつ、あとは少しダークでドラマチックな雰囲気にしてみましょう。で同様に先ほどの YouTube のオープニングっぽい感じやけども、強いて言うならゲームとかアニメの BGM っぽくなったらいいかなって思ってます。この EaseMuse に限らず音楽の生成 AI っていうのはできるだけジャンルだけをポンって書くよりも、テンポとか楽器とかムードとか、使いたい場面であったりとか、そういうのをセットで書いてあげた方がもちろん狙った方向に近づきやすいです。それがこんな感じで項目に分かれてて、実際に曲を作る時の発想と同じような感覚でそのまま打ち込んで生成できるっていうのはとても便利ですね。
結構設定をこうギュッと詰めた分、かなり狙った方向に近づきましたね。ここで音楽の技術とか知識がある方は自分で自己確認作業がもちろんあると思うんで、私もちょっとギターで軽く弾いたりしながらコード進行とかいろいろ表現を確認してみます。これでこう自分の感覚と照らし合わせた上でちょっと他のパターンも作ってみたいなと思ったんで、せっかくなんで、ずっとギターインストインストゥルメンタルの楽曲で聴いたんで、ボーカルありのもので検証していこうと思います。ただね、今回生成する楽曲に入れたいボーカルのイメージ、女性ボーカルハスキーなイメージなので、これを指示にしっかり打っていきます。歌詞を入れていくんですけど、これは私がもともとバンドの方で作っている楽曲の歌詞から持ってきてそのまま入れてみます。私に誓えよ、むせる愛を捧げること。私に誓えよ、虫かごの蝶を殺し。私に誓えよ、死なばもろともであること。私に誓えよ、足りない角度抱いて。首を絞め爪を立て、今引き裂いた真っから溢れ出す赤。えずく仏、悦を得て薄らぐ視界に伝う鼓動たちを。私に誓えよ、むせる愛を捧げること。私に誓えよ、虫かごの蝶を殺し。私に誓えよ、死なばもろともであること。私に誓えよ、足りない覚悟抱いて。はい、いかがだったでしょうか。どっちもかなりしびれるいい楽曲になってましたね。はい、いろいろ生成してみた上で、冒頭で説明した簡単に生成できるモードと高度な設定を使って生成できるモード、この2つを比較してみると、この簡単に生成できるモードもうざっくりの指示だけでしっかりジャンル感だったりとか雰囲気出てますね。でもこの高度な設定を使って生成するモードの方が使いたいイメージに近かったりとか、より音楽的な視点でビタッと合うようなものを出してくれる、そういう感じでした。なのでとりあえず生成してみたいとか、とりあえず使いたい場面があるからそのために用意をしたいみたいな初心者の方から、あとは音楽的な知識がもうすでに備わっていて、もうしっかりもうこういうも4分の4拍子でもうキーはこれでこんなボーカルでこんな楽器を使ってしっかりもう決まっている、その上で自分の出したい曲をバチッと生成したい人とか、あとは軽くアイデア出しに使いたい音楽制作をもうされてる方に向けても使いやすいかなっていう印象でした。気になると思うんですけど、実際私が使うならの話だと、正直な話ね、EaseMuse だけではなくて他の音楽生成 AI にも現段階で言えることなんですけど、どうしてもそのままポン出しで聞くと共感してくれる人いると思うんですけど、生成した音源特有のシュワシュワ感っていうのがあるんですよ。だから完成音源そのまま使うっていうよりかは、動画の BGM の方向性を探したい時であったりとか、自分の制作楽曲のアレンジ案を試したい時とか、あとショートとかでボンボン動画を出していきたいってなった時に、それぞれ毎回違う BGM を使ってみたいっていう時に気軽に使えるかなっていう感じでした。さっきね、その出来上がった音源に対する音についてちょっと言っちゃったんですけど、マジで普通に手放しに褒めたいところは、生成音楽 AI って結構ね、音楽を作ってる身からするとそんな展開変えるみたいな感じのことがあるんよね。もちろんそれって作ってるジャンルによると思うねんけど、今回生成した、ロックのジャンルで言ったら、やっぱキャッチーなものにされることが多いから、一個軸のフレーズとか、ビートとかそういうのがあって、それをいろんなパターンでアレンジしていったりとかすることによって
気持ちよく聴いてもらうっていうところがあんねんけど、それがあっちこっちでもういろんなのが詰め込まれてるのが割と多い印象なんですよね、私は。AI で生成した楽曲特有のなんかこうあれこれしすぎてちょっと飽和してるみたいなっていうのはだいぶ抑えられてて、人間が作った時のこのフレーズの応用だったりとか構成感とかにはすごい近づいているなという印象でした。ただね、私が使うなら BGM でというふうにお伝えはしたんですけど、著作権周りに1点だけお伝えしておくと、公式のね FAQ にも書いてあるんですけれども、自身で作った AI 生成音楽の扱いとしてはトレーニングデータであったりとか使用用途によって変わります。この動画を見てね、EaseMuse いいな、ちょっと商用利用として使ってみたいなって考えてる人は、ちゃんと使う前に、投稿前に、この最新のこの利用規約っていうのと、あとプランの条件をしっかり確認するようにしてください。はい、まとめです。今回 EaseMuse を使ってみて、曲の細かいニュアンスとか、私だったら細かいギターのフレーズとか、これ人間っぽい発想とか、人間っぽい演奏のニュアンスとか、やっぱ完全に狙っていくってなったら、もちろん自分で弾いたりとか、もう DAW で調整を入れていくっていう余地はあります。ただやっぱり楽曲制作でも詰まるって言われる01の段階、そういう曲の方向性を素早く出したい時とか、あとは自分の曲のイメージを伝えたい方がいて、そのために出してみるとか、そういう時にはスムーズに使えると思いました。気になる方は概要欄のリンクから確認してみてください。はい、ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。こんな感じでレビュー動画であったりとか、メインは弾いてみた動画を上げているので、そちらもよかったらご確認ください。あと私は、メンバーシップをやっておりますので、私の個人的なことであったりとか、一応ディスコードとかもやってる、そちらの方で話したりとか、もっと私との関わりをしてみたいなっていう風に考えていただける方はよかったらご加入ください。はい、あとは高評価、チャンネル登録、ハイプをしていただけると大変嬉しいので、いいなと思った方はぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。ギタリスト、ゆうきでした。バイバーイ。